もう無理。人間関係に疲れた。もし今、あなたもそう感じているなら、この動画はあなたのためのものです。最後までご覧になれば、ふっと心が軽くなるはずです。これはよくある成功者の説教ではありません。これは負けそうで壊れそうな人間が必死に自分を保つために書いた日記なのです。今日紹介するのは自省録です。鉄人皇帝と呼ばれたマルクス・アウレリウスはローマ皇帝という最高権力者でありながら戦争、疫病、愛する人の死。彼は常に極限のストレスの中にいた。しんどい。すごい強い男だったんだな。いえ、彼は強い人間だったわけじゃない。ましてや弱音を吐かずに頑張る精神でもない。これはむしろ弱さを知っていたからこそ崩れないために勝ち続けた自分が壊れないための哲学。彼は言う、我々を守ることができるものは哲学だけだ。しびれた。ぜひ続きを聞かせてくれ。グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。よく生きるとは幸福に生きること。どういうこと？自分にコントロールできることに集中することです。ストア派哲学では全てを2つに分けます。自分の意志でどうにかなること、内側。どうにもならないこと、外側。実はさ、この前知り合いに無視されてさ、ちょっときつくて。他に何かされたんですか？いや、無視されただけ。消えん。では整理しましょう。無視された。これは事実です。嫌われている。これはあなたの解釈です。確かに。マルクス・アウレリウスはこう考えました。物事に余分な意味を付け加えるな。無視されたこと自体は、あなたにはコントロールできない外側です。しかし、どう受け取るかはあなたの内側です。勝手にダメージ増やしてたってことか。人は出来事ではなく解釈によって苦しむ。ロゴスに従って生きる宇宙の秩序。ロゴスか。なんか強そうなやつ出てきたな。怪獣じゃない。ロゴスとはこの世界の流れです。自然のルール、宇宙の秩序。簡単に言うと理性のことです。雨が降るとか、年を取るとか？そうです。ロゴスは誰もが持つものでもあります。我々もその流れの中の一部に過ぎない。だから、外側に起こることは基本的にコントロールできません。マルクス・アウレリウスはこう言います。お前の内を掘れ。掘り続ければそこには天の泉がある。つまり、外側はどうにもならないから、内側を掘れってことか。その通りです。ロゴスに従え、つまり理性に従え。なんか、戦う相手間違えてた気がするな。他者との関わり、見返りを求めない。承認欲求は捨てよう。でもさ、やっぱムカつくやついるだろう。いますね。マルクス・アウレリウスは、そんな時、こう自分に言い聞かせました。怒らず教えよう。さもなければ耐えよ。怒っても相手は変わらない。それどころか、憎まれるだけだ。一番の復讐は同じ人間にならないことです。また、他者は同じロゴスを持つ同類である。だから人間は過ちを犯す者すら愛することができる。これは実は共同体意識。現在のアドラー心理学に通ずる考えを、2000年以上前に鉄人皇帝はたどり着いていたのです。
人間は互いのために生まれた。だから教えよう。さもなければ対よ。見返りを求めず承認欲求は捨てる。それってむずくない？はい、とても難しいことだからこそ、彼は自分に何度も言い聞かせているのです。絶えず何が打ち寄せる岬のようであれ。岬は弦として立ち、水の泡立ちはその周りで眠る。ザッパーンと波を跳ね返すのか。かっこいい。いえ、跳ね返すのではなく、揺らがないのです。こんな、悲しみは不幸ではない。マルクスは奥さんや子供すら失ったんだってな。そんなの耐えられそうにない。想像を絶する苦しみのせい、彼はこう考えました。先人が乗り越えられたら自分にもできること。自分ができないと言って人間に不可能と考えるな。悲しみとは自分と向き合うこと。そして、悲しみは不幸ではない。むしろそれを気高く耐えることこそが幸福である。辛いことを幸せって考えろってこと？大事なのは見方です。ここに善悪無視という考え方があります。つまり物事自体には善も悪もない。要は捉え方ってことね。はい、そこにある程度が伴えば幸福、善であり、伴わなければ不幸、悪である。彼は言います。運命を愛せ。つまり、選べない現実を人間の自由意志でどう生きるかが大事ってことね。コインと不幸かどうかは出来事では決まらない。お前がどうあったかで決まる。死とは、今、ここを生きる。ノゴスに従って生きるとは死ぬことでもあります。なかなか重たいテーマだな。しかし、それは特別なことではありません。生まれたものは必ず死ぬ。それもまた自然です。だからこそ彼は言いました。今、ここを生きる。過去はすでに存在せず、未来はまだ存在しない。あるのは、この瞬間だけだ。すべての行為を生の最後の行為のように行う。人格の完全とは、毎日を最後の日のように過ごし、溺することなく無気力にもならず、偽善をしないこと。これを自分に言い聞かせていたと思ったら、マジ刺さる。確かに、人には言われたくないけどな。マルクス・アウレリウスは一度死んだと思い、予得のように生きようと自分に言い聞かせています。そして他者のために生きてこそ幸福にたどり着くと言います。自分さえ良ければいい。世界中でそんな言葉が溢れるこの時代に。彼がこの世界を見たらどう思うでしょうか。すべては同じロゴスの中にある。人も動物も自然も、この世界にあるものはすべて同じ秩序を分かち合っている。敵ではない。同じ宇宙に生きる仲間だ。もしこの考えが少しでも広がるなら、世界は変わるのかもしれません。なんと仲間になりたそうにこちらを見ている。ドクタケさんを仲間にしてあげるなら、チャンネル登録をお願いします。